プーチンはウクライナを侵略したことを後悔するだろう。習近平氏がトランプ大統領に語ったとされる言葉がイギリスのフィナンシャルタイムズで報道されました。実際にそう言ったかどうか裏付けるような後追いの報道はありません。ですから真偽のほどはわからないにしても、プーチン大統領がウクライナ侵略を後悔していないとしたら、よほどの判断力の欠如だと言えるでしょう。ウクライナの戦局、そして先行きが少しずつ好転してきている中で、ロシアの苦しい内情について今回も解説していこうと思います。このチャンネルでは国際情勢、特に日本の地上波放送ではあまり取り上げられない話題についても積極的に取り上げていきます。それでは早速今回の解説を行っていきます。プーチン大統領は中国に赴いて援助を求めています。中国、ロシアの一般的な報道では中国とロシアの協力関係をアピールする場になったと言われていますが、実質的に助けを求めているのはロシアで、中国がこれに対してどのような対応をしたかを見ておきましょう。結論から最初に言っておけば、ロシアの求める助けを中国は拒否しました。例えば、ロシアは自国産の天然ガスをもっともっと中国に買ってほしいと願い出ました。侵略戦争を進めるためには、より多くのお金が必要です。そのためにロシア産の天然ガスをもっと中国に買ってほしいのです。ところがそのためのガスパイプラインについては、中国側から非常に厳しい条件が突きつけられました。それは、従来の契約価格に比べて、新しいガスパイプラインについては、価格を5分の1まで下げろ。そのぐらいの価格を提示できないのであれば、契約することはできないとして、話を進めてきたのです。この価格というのは、ロシア国内向けの価格であり、海外に輸出するような価格ではありません。ましてや、ガスのパイプラインは非常に長大な距離敷設しなければならず、その費用や時間といったものを全て勘案すれば、超長期にわたって天然ガスを供給したとしても、儲けが出るのは一体いつになるんだろうかというぐらいに先の話になってしまいます。現在中国とロシアの力関係をまさに表しているような交渉の実態でしょう。これはエネルギーの供給面において中国がそれほどロシアに対して依存していないということもあります。もしも中国がロシアにだけ依存しているような状況であれば、より力関係としてロシアの方が高い金額を提示し、その金額を中国が飲まざるを得ないといったような状態だったでしょう。ところが中国は世界各国から輸入していますから、よりロシアに対して強い立場を得ることができます。ロシアは国際的な制裁下にあり、国際的な標準価格で世界市場に売り込むことができません。その分だけ中国から足元を見られてしまうのです。こうした現象は何も天然ガスだけの話ではありません。一般的な商品を買うにしても、金融制裁の関係でより回りくどく様々なものを買わなければならないロシアにとって、中国との関係はより重要になっています。人民元決済をある程度受け入れれば、中国は一般的な商品であればロシアに対して売ってくれます。また、軍事物資についてもある程度融通すると言われています。中国は表向きには軍事物資についてはロシアには売っていないと言いますが、第三国経由などで中国から出ていくものについては、どうせロシアに行くんだろうというのを分かっていながら、これを黙認していると言われています。特に中国、カザフスタン、ロシアへとつながるこのルートについては、現在でもなお密輸ルートの本筋だと考えられています。次に、中国に近いロシア国民が今何を考えているかについて、非常に苦しい現状がわかるニュースも入っています。それは、シベリア地方、イルクーツク地方において学校を建てる話がありました。ところが、現在のロシアは中央政府直下の侵略に非常に大きな予算をかけ、その他治安当局に対しても過去最高額を投入しています。この煽りを受けているのが、社会保障やインフラなど様々なところに本来であれば必要なお金が回らなくなっていることです。学校建設についても予算が回ってこず、そのため地元住民の人たちは、もはや中国の習近平国家主席に対して、私たちは中国語を学ぶこともできます。ですからぜひとも中国の支援でロシアに学校を建ててくださいとアピールする。そのようなことが発生しました。現在のところ習近平国家主席がシベリア地方に中国のお金で学校を建てるという話は進んではいません。
しかしその代わりといってはなんですが、中国の出稼ぎ労働者がロシアのシベリア地方沿海州などにおいても非常に多く投入されており、これらの労働者たちを中心として、ロシア国内において人民元決済の経済圏が徐々に育ちつつあるという報道などもあります。そして中国から見ても、ロシアによるウクライナ侵略が遅々として進んでいないのは、明らかにロシア軍の力が足りないというのを分かっているでしょう。そのためによりロシアに対しては、実利しか求めない、決して割の合わない支援は行わないという姿勢に徹しています。そのために出てきたかもしれない発言というのが、プーチン大統領はウクライナ侵略を後悔することになるだろうというような発言が報じられたことです。そして、暗に支援を行っているという話についても新しいニュースが出ています。中国がロシアの部隊の要員を訓練を行ったのではないか。そして訓練が終わった後戦場に投入されただろうというニュースです。これ単純にロシア兵に対して訓練を行ったというだけではなく、そのための前提条件として、ロシア側からウクライナの戦場で得た知見を中国側に渡したというのが前提にあります。その上で中国側とも話し合った上でレクチャーを行い、その上で戦場へ送り出したわけです。これは中国によるロシアに対する軍事支援であると同時に、その後どうなったかをフィードバックするための中国側の動きです。ロシアにしてみれば中国側の支援を受けられるので、兵員を送ったでしょうし、中国は中国で、これはあくまでの兵士の訓練であり、軍事物資を送ったわけではないという、一応建前を残したままで、実際には最新の情報を得ることができます。しかも中国兵の命を損なうことなく、ロシア人兵士たちが戦って得た戦訓などを得ることができるわけですから、中国としては特に問題がないわけです。ここまではロシアが中国を頼っていて、しかし中国は実利を得る部分だけしか手を差し伸べていないことについて解説しました。次に、ロシアが頼っている国をもう一つご紹介しましょう。それが現在でもなおロシアとべったりとくっついているベラルーシです。ウクライナ軍によるロシア側に対する遠距離攻撃は徐々に増加しています。そのことについては以前解説を行いましたが、1ヶ月1000機程度以下であったウクライナ軍の攻撃は1日1000機を超えるまで生産数を伸ばし、ロシア領内に対する遠距離攻撃を連続的に行うようになりました。月間の総攻撃数についても、今年に入ってからは、ウクライナ軍がロシア軍を上回る月が2ヶ月連続で発生しており、この後もさらにウクライナ側は生産機数を伸ばすことを発表しています。この件について動画で解説した後、ウクライナのシルスキー総司令官も同様の発言を行い、ウクライナ国内での報道だけではなく、インターネット上でニュースとして取り上げる人も多くなりました。では、ベラルーシがロシアとの関係上においてどんな役割をしているか。今、ロシアが困っている問題に対して、ベラルーシがある一定の役割を果たしています。ウクライナがロシアに対する攻撃を繰り返すことによって、ロシア国内における石油生成能力が約1割削減されました。この影響は当然のように金銭的にダメージになりますが、同時にロシア国内における石油を生成して生まれてくる様々な物品について、従来から足りない状態を引き起こします。石油を生成してできるものはガソリンや軽油、航空燃料や、その他様々な副産物があるわけですが、特に一般市民に重要なガソリンや軽油などについては、足りないまま放置すれば影響は非常に深刻になります。そこで、ベラルーシからの輸入量というものを大幅に増加させたのです。ガソリンはなんと前年比10倍まで激増しています。これによってロシア国内におけるガソリン不足が発生しないようにと、ロシア政府は手を尽くしています。しかし、石油が取れる国でガソリンを輸入しなければならない。本来であれば石油を掘って収入を得るものが、他の国から買って、むしろお金を払わなければならない状態になったことは、収支が合わなくなる問題が発生します。特に石油関連施設は、維持費だけでも相当かかるものですから、生成能力が減少した石油貯蔵タンクが破壊された、パイプラインが炎上している様々なことによって復旧のための膨大なお金も必要だし、それでいて収入面についてもダウンするわけですから、この影響といったものは取引している様々な業界に悪影響をもたらすものです。その結果として今発生しているのが、ロシア国内における銀行に対する経営危機が発生し始めています。
もちろんロシア国内の銀行すべてが石油関連企業の収支悪化に伴って経営悪化しているわけではありません。これにはロシア国内における民間企業の経営危機とリンクしている部分があり、複合的な要因です。しかしそうした悪化要因といったものが1個2個3個とどんどんと増えることにより、結果的にはあちこちで不具合が出るものです。利益を上げることができず、赤字転落した銀行が次々と増えているということが報道されています。2025年段階で赤字を計上していた銀行が34あり、これが2026年に至ってから実に倍近くとは言いませんが、60銀行まで増えたというのです。その中には、回復不可能かもしれないと考えられている深刻な経営危機を迎えている銀行などもあります。これは中小の地方銀行を中心とした話ですが、しかしそれは同時にロシア国内における地方経済が深刻な危機を迎えていることも意味します。さらには前線の状況が悪化するにつれて新たな問題も発生し始めています。それが戦争に行ったんだけれどもこのままだと確実に死にそうだなというような兵士が多くなり、その兵士たちが刑務所に戻りたい、刑務所に入れてくれということを懇願するようになっているという問題です。これは死ぬよりは刑務所に行った方がマシだという、ある意味冷静な判断とも言えなくもないわけですが、一応事情はあります。まず第一に、軍に入ったけれども、軍から抜け出すということが正式な手段として阻止されているという問題があります。例えばひどい問題では、このままでは死ぬなと考えた兵士が、いち早く命令を無視して前線から脱走、そして自ら出頭して自分は脱走したんだから、懲罰として前線から外して、懲罰房かもしくはもういっそのことを刑務所に入れてくれというような申請したときに、申し出は却下され、速やかに前線送りにされてしまったという問題です。本来であれば脱走している時点において、何らかの罰を受けなければならないのですが、そんなことをしている暇があったらさっさと前線で突撃してこいというわけです。現場における判断がどうなるかについては、方々分かれているようで、必ず脱走したからといって前線送りされるわけではありません。一部の人は、そうした問題行動を起こすことによって、ある意味無事に刑務所送りになった人たちもいるようです。以前の解説動画において、ロシアの刑務所収容人数の変化について解説を行いました。本格的な侵攻を行う前の2021年段階で、ロシアの刑務所に収容されていた人数は46万5千人。その後、戦場に行くんであれば、生き残った者については恩赦を与えるとして多くの人たちが刑務所から連れ出され、前線送りにされました。そのため現在のロシアの刑務所収容人数は28万人にまで減少しています。しかし、今後はロシア国内における犯罪者ではなく、前線から生きて帰るために刑務所送りを願い出る、そういった人間などがもっと増えてくるかもしれません。そのぐらい現在の戦場というものは、ロシア人にとっても命を失う危険性が非常に高い場所です。というわけで今回の動画では、ロシアが中国に助けを求めるために、プーチン大統領が中国を訪問しました。両国は表向きには、ロシア・中国の関係は非常に固い絆で結ばれており、これからも協力関係を結んでいこうという話で、一応発表は行いました。しかしその実態として、ロシアが求めているより多くの天然ガスを中国が買う話については、中国側が従来より5分の1の価格にせよ、それでなければ契約は行わないとして、話は進展しませんでした。そうしている間にも、ウクライナによる反撃能力はより高まり、ロシア国内における経済に打撃を与え続けています。まだまだ、ロシア経済崩壊というわけではありませんが、確実にそのダメージはバナナのところに歪みを生じさせ、ロシアの国家の足元を揺るがしています。今回の動画では触れていなかった様々な情報をあなたは持っているでしょう。ぜひともこの動画を見た後に、いやいやこの話だけではなく、こんなところでもロシアには問題が発生しているよという情報について、あなたの知っていることをぜひともコメントしていってください。そういった情報については後で私も調べてみて、これはというような話については動画で取り上げていこうと思っています。またそれだけではなく当然、皆さんのこの動画を見ての感想などもぜひとも書き込みよろしくお願いします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにここ最近私の喉はもうボロボロの状態なので、
鼻詰まり声などはご了承ください。ちょっと対応したくても対応できないのが現状です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。